私が唯一支配できぬ愛しの君シャルティア、ちょっといい加減にしたら。おやちびすけ、いたでありんすか。主も大変でありんすねマーレ。この頭のおかしい姉を持って偽父図星ね。だからわざわざゲートを使ってやってきたんだ。急いできたいのに盛りすぎてて、走るたびに胸がどっか行っちゃうから。たまりなさい。あんたなんか全くないでしょ。私はまだ76歳だけど、あんたはアンデッド。成長しないから大変よね。今あるもので満足したら。おんどりゃ配達も懐かしいな。シャルティアを設定したペロロンチーノさんも、アウラやマーレを設定したお姉さんのブクブク茶釜さんとこんな風によく喧嘩をしてたっけ。はいどうもこんばんは、ぬこにんです。はいね、じゃあね、アニメの第1期の、2話の方の考察をしていきたいと思います。冒頭見てもらったシーンから、始めようと思うんですけども、守護者が、一堂に集まるシーンでして、で一番最初に来たのが、シャルティアなんですね。でシャルティアと、アウラが、あんまり仲が良くない、仲良くないってわけじゃないんですけどね、創造主が兄弟だったんでね、そういう関係があるんですけど、ちょっと最初に言い合って、アウラが言い返すわけですね。偽父っつって偽父なんですよね。ただこの時の言い方からして、この時までは確信はなかったんじゃないですかね。多分偽父でしょみたいな、釜かけみたいな感じで言ったら、やっぱりそうなんだみたいな感じになってるんで、確信はもしかしたらこのシーンまではなかったのかもしれないですね。ただこの時にやっぱりそうだろみたいな感じになってる姿が面白いですよねもう図星なんですよこれ。もうねシャルティアはしょうがないんですよ、偽父なんですよね。でモモンガとの戦いで一度死んで復活させるときに全裸の姿になるんですけど、その時にね大変でありんすっつって胸がなくなっているじゃないみたいなくだりがあるんですけど、いや元からやろうっつってね突っ込まれるんですよね。なんでそういうシーンがあるんで、間違いなく偽父、もともとはね、貧乳っていうことはあるんですよねはい、じゃあ、次のシーンっていうか、最初に見てもらった続きのシーンで、次こちらですね。はい、さっきも言いましたけど、喧嘩してますよね、2人がね。で、本当に心の底から憎くて喧嘩してるわけじゃなくて、この2人を想像したのが姉妹なんですよね。右側のシャルティアを想像したのが、ペロロンチーノ。で、左側のアウラ、もしくはおよびマーレですけど、このマーレとアウラを想像したのがブクブク茶釜。で、このブクブク茶釜の方が、女性でして、で、ペロロンチーノは男性。で、ブクブク茶釜はペロロンチーノのお姉さんっていうね、リアルの方で、こういう位置取りがあるんですよ。で、ちなみにブクブク茶釜さんはですね、エロゲーの声優なんですよねで、弟のペロロンチーノの方がエロゲー好きで、そこでちょっとした葛藤があるっていう設定になって、設定というか、それはリアルの、ガチのリアルの方でね、そういう面白いやり取りがあったりしますね。なんで、そういう関係性を見ると面白いでしょう。で、オーバーロードの世界の NPC たちは、その創造主の影響を大いに受ける影響がありまして、創造主が作ってるんでね、もともとはそういう気があるのかもしれないですけど、強く受け継いでるっていうかね、その血をね。だからこそ、モモンガはこの NPC たちを、そのね、ギルド至高の41人たちの息子、娘たちとして扱うわけですよね。想像した、息子、娘たちとして、扱っているわけですね。大切に扱うわけです。ね、NPC と至高の41人のメンバーのことは大切なんでね、モモンガにとってね、はい、そういう関係があります。で、
もともとそのブクブクチャガマとペロロンチーノはね、結構兄弟喧嘩とかしている、ところがあるらしいのでね、こういう力関係というか位置取りになるんですよね。他の NPC たちの関係性もそうで、結構ね、そういう、なんていうんですか、仲が、本当に見た目からして仲がいいとか、ね、結構言い合いがあるというのは、その思考の41人たちの関係性がその通り現れてるっていうのが結構あるみたいですね。そういうシーンがまた出てきたら、まあ、やっていこうかなと思います。とりあえず、このシーンはね、その、なんていうんですかね、ほのぼのじゃないですけどね。で、さっきも言いましたけど、本当に心の底から仲が悪いわけじゃなくて、まあ、よくある兄弟喧嘩のようなものなんですよね。そういうことになってますね。で、マーレがずっと心配そうに見てるところがちょっと面白いですよね。困ったような顔でキョロキョロしてるのが可愛いね、マーレね。はい。じゃあ、次のシーン行きましょうか。次のシーンこちらです。表を上げよ。絶望のオーラ出してどうすんだ俺。はい、じゃあ次のシーンですけども、こちらですね、守護者たちが集まった時に、ついね、つい絶望のオーラっていうのを発動してしまうんですね。で、絶望のオーラっていうのは、まあ、スキルでアインズの、まあ、アンデッドの、特殊能力、まあ、スキルですよね、の一つでありますね。で、絶望のオーラってのは、1、2、まあ、レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5までありますね。で、レベル1が恐怖、状態以上恐怖っていうものを付与する効果があるようで、まあ、怯える、恐怖することで、あらゆる動作に影響してくるっていうことですね。で、レベル2が、恐慌、まあ、恐れ、慌てるって書いて恐慌状態。強行状態の状態以上にするということですね。全力で、逃げ出したくなる。戦闘行状態から逃れたくなるっていう状態になるようですね。で、レベル3が混乱ですね。まあ、混乱っていうのはよくゲームである、コンフュ的な感じですよね。で、これは、回復、まあ、アイテムとか魔法で回復しない限り続く混乱だそうですね。なんで、回復動作を行わない限りずっと混乱してるってことですよね。もうこの辺からかなり恐ろしいことになってきますね。で、絶望のオーラ、レベル4。4なんかはもう狂気。狂気ですよ。狂気乱舞。狂気。ね。狂う気って書いて狂気ですね。これもまあ永続的なもう状態になるそうで、これはもうね、魔法とか、これも魔法とかアイテムで、他の他者から、まあ、自分はもう狂気しちゃってるんでね、回復を受けない限り治らない、ね状態以上になってます。で、レベル5、もうこれが最強で最悪なんですけど、即死ですね。要は殺す、即死させる。文字通り死。スキルの絶望ノーラっていうスキルで相手を殺すことができちゃうんですよ。モモンガはね。恐ろしいですね。ね。で、魔法ではないんで、スキルなんで、ね、絶望ノーラレベル5を使えば、アインズはその辺の耐性持ってない人間とか種族なら殺すことが可能なんですね。で、おそらくこの時に放ってる絶望のオーラは、まあ1でしょうね。2とか3は使ってないと思うんで、1ですよね。多分。恐怖。で、その絶望のオーラで、を発しちゃうわけですけど、まあね、レベル1とか2ぐらいの絶望のオーラだったら多分全員守護者レベルだったら耐性持ってると思うんで、どの辺まで耐性持ってるかっていうのは全部は分からないですけど、まあね、問題ないのかな。ちょっとピリつく程度で、すごいなぐらいな。オーラすごかったねっつって後で言うんですけど、まあそれぐらいのレベルの感じなのかなっていうことですね。まあ普通の人間とかにやってしまうと、ちょっと取り返しのつかないことになったりする可能性がありますね。状態異常効果なんで。ね。なんでこういうのも見ていくと面白いですよね。単なるワンシーンなんですけど、こういうところを見ていきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。はい、じゃあ次のシーンいきましょうか。次のシーンこちらですね。
嫉妬、強欲、憤怒、デミウルゴス配下の三魔将がなぜ第一層に？はい、次のシーンですね。次のシーンはこちらなんですけども、まあちょっとね、一瞬しか映らないんですけど、これはね、デミウルゴスの、親衛隊といいますかね、配下ですね。しもべですね。で、右が一番でっかいのがイビルロード・ラースですね。フンヌの魔性ですね。で、真ん中がイビルロード・グリード、強欲の魔性ですね。で、一番左の、女性の型取りをしているのがイビルロード・エンビーですね。嫉妬の魔性ですね。右が、フンヌ、真ん中が強欲、一番左が嫉妬の魔性ですね。イビルロード・ラース、イビルロード・グリード、イビルロード・エンビーですね。になってます。で、イビルロード、エンビー、グリード、ラースって言いますけど、これ多分7つの大罪を元にしてるんじゃないかなと思うんですよ。普通に考えたらね、もう嫉妬、強欲、ね、フンヌってきたら、皆さん思い浮かべるのは7つの大罪だと思うんですけど、キリスト教のね、ことですけど、キリスト教においた罪の、何ていうんですか、種類を7つの大罪って言って、7つの罪に分けてるんですよね。で、それが、傲慢、嫉妬、憤怒、怠惰、強欲、暴食、色欲。この7つの大罪によって人間の罪とされています。で、ここに映っているのが強欲と憤怒と、嫉妬の魔性なので、7つの大罪を元にしてるんであれば7つの魔性がいるはずなんですよ。おそらくね。だから、出てきてないし、原作にも出てきてないらしいんで、あれなんですけど、いるならば、傲慢と、あと、怠惰と、あと、暴食か、と色欲。この4種類の魔性もいるんじゃないかと思われます。おそらくね。多分。で、それを英語にしたバージョンがイビルロードなんちゃらになるんですね。ね。嫉妬だったらエンビー。強欲だったらグリード。憤怒だったらラース。っていう風になるわけですね。7つの大罪っていうアニメがあるんで、それ見てもらえば結構わかりやすい感じになってますけどね。7つの大罪についてはですね。今回はデミウルゴスの配下の魔性について語ってますんで、全く同じかどうかは不明ですけども、そういったことがあるんで、もしかしたら、そういう他のね、魔性もいるんじゃないかなと思います。で、デミウルゴス自体はね、そんなにステータス高くないっていう話はね、オープニングの考察の時にしたんですけど、それもそのはずね、デミウルゴスはこの強力な配下、しもべがいるんで、これがまた強いんですよ。一匹一匹がレベル80超えてるんで、80超えてきたらもうね、かなり強いですよね。この、転移してきた世界でレベル30ってもうなかなかかなり強い部類に入ってくるんで、それをもう80とかが召喚できてしまう。ね。それが配下であるということがもう強いんですよね。で、デミウルゴスのこの配下ですけども、憤怒の魔性、一番右の魔性ね、でかいやつ。これだけでも4体いるらしいんですよ。この憤怒の魔性がね。なんで、憤怒の魔性だけで4体いる。もしくは4体以上。まだもっといる可能性はあるんですけど、4体いることはもう確認されてるんですよ。なんで、憤怒の魔性が4体。それでね、強欲の魔性、グリードも4体。エンビーも4体ってなったら、で、7つの大罪で、その7人いて、それが4体ずついるとしましょう。仮定ですよ。そうすると、7、4、28じゃないですか。28体。で、さらに、この魔性ってのが、同じく魔性を召喚できるんですよね。これが怖い。脅威ですよね。魔性は魔性を召喚できると。ね。
これが怖いんですよ。魔性はね、魔性を召喚できるんですよ。だからオリジナルの魔性が、元になってる魔性が28体。で、その魔性が魔性を召喚できるんで、28×2、56体ですよね。56体の魔性をデミウルゴスの配下として召喚できるわけですね。で、デミウルゴス自身も魔性を召喚できるんで、57体になってくるかな、そうすると。まあ、わかんないですよ。もしかしたらもっとね、デミルゴスも召喚できる魔性いるかもしれないし、もしかしたら、その7つの大罪通りになってなくて、この3魔性だけしか召喚できない可能性だってあります。そうすると、資産12で、24体の召喚になるかもしれないですけど、まあ、7つの大罪を元にしていて、ね、7体の魔性がいるんだとしたら、ね、56体の召喚ができるということになりますね。これはね、考察してて分かったことなんですけどね、そう考えると脅威ですよね。まだそういったところは出てきてないですけども、いやー、これから楽しみですね。もしそういうところが描かれるんであればね、もうそれだけでもう大変なことになるじゃないですか。もう魔性軍団ですよね。56体も出てきたら。で、魔性が魔性を召喚するのに1体だけ召喚できるんですけど、定位の魔獣とかだったらもっとたくさん召喚できるらしいんで、まあ臨機応変にね、そこはやっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、だからもうなんならこの魔性1体だけでも脅威なんですけどね。1体だけでもその辺の村とかその辺の町だったらね、もう制圧できるんじゃないですかね。多分、本気出さなくてもね。選んでるはどうかなっていうところですけど。いや、それでもすごいですね。はい。といったところで、このシーンはね、まあ貴重なシーンなんですよ。アニメの中で、イビルロード、エンビー、ラース、グリードが出てくるのってここだけなんじゃないかな、多分。っていうか、もう出てこないんじゃないですかね、アニメでは。ね。だから、アニメの3期までですよ。3期まででは出てこないんじゃないですかね。だから貴重な絵ですよね。3体揃ってここに出てくるっていうことは。こう見るとね、身長がかなり高いんですよね。3メーターぐらいありそう。エンビーでも3メートルぐらいありそうですよね。んで、もうね、ラースに関してはもう4メートルぐらいあるんじゃないかな。身長。ね、めちゃくちゃでかい魔性になってますね。はい。貴重な絵ですね、ここは。だからアニメの1期といえど、もうかなりね、面白い、なんていうんですか、絵とかがあるんですよね。オープニングでもそれ言いましたけど、かなり興味深いですね。考察本当やってよかったと思いますね。こういう発見があるんでね。はい。じゃあ、魔性のところはこんな感じにしておきましょうか。じゃあ次行きましょうか。次のシーンですね。次のシーンこちらになります。フライ。はい、次のシーンこちらですけども、まあ疑問というかね、これはまあちょっと思ったことを言うだけなんですけどもね、まあ疑問ではあるか。はい。このモモンの形態になっている間のアインズってのは魔法が使えないんですよね。騎士色なんで。なんで、アイテムを使うことで魔法を補ったりしてますね。で、これはフライ。飛びましたよね。フライっていう魔法あるのは分かってると思いますけども、まあ、フライ、飛行のネックレスっていうもので、フライを付与するんですよね。なんで、このネックレスをつけることで、フライが付与されるんですね。よくできてるよね。だからね、当たり前ですけど、このオーバーロードの世界は、魔法もめちゃくちゃあれば、アイテムもめちゃくちゃあるんですよね。もう大したことないアイテムから、まあ、ゴッズアイテムから、レジェンドアイテムから、ワールドアイテムっていうね、もう超貴重な、すげえアイテムまでね、めちゃくちゃあって、それ一つ一つのアイテムがどういう効果だなんだかんだって、もう全部決まってるんですよ。なんでね、もうプレステ4とか5のね、RPG の物語ぐらいのその設定があると言いますかね、もうね、細かい設定がよくできてるんですよね。本当にそこがすごいと思いますね。はい。それで、ね、飛行のネックレスがちょっと目に入ったんで、ちょっと今回ね、ちょっと軽くね、語らせてもらいましたけどね。はい。こんなんもやっていきますんでね、お付き合いくださいね。はい。じゃあ次の、シーンですね。次のシーンはこちらになります。キラキラと輝いて
宝石箱みたいだ。この世界が美しいのはモモンガ様の身を飾るための宝石を宿しているからかと。確かにそうかもしれないな。私がこの地に来たのはこの誰も手に入れていない宝石箱を手にするため。いや、私一人で独占すべきものでもないな。ナザリックと我が友たちアインズールゴンを飾るためのものかもしれないか。お望みとあらばナザリック全軍をもって手に入れてまいります。この世界にどのような存在がいるかも不明な段階でか。ただそうだな、世界征服なんて面白いかもしれないな。まあそんなことできるわけないけど。はい、こちらのシーンですけども、まあ、悪魔状態になったこれデミウルゴスですけど、ね、2人で、本当はね、1人で外出したかったんですけど、どうしてもというなら1人だけ、まあ、しょうがない、同行を許すっつって、デミウルゴスを連れてったんですけど、もしかしたら、これが全ての始まりだったかもしれないですよ。ね、アインズがまあこの世界でいろんなことをしていくわけですけど、まあ、そのいろんなことをしていくうちのきっかけになったと言ってももしかしたら過言ではない行為をしてしまったんですよね。アインズがね。アインズが世界征服なんていいかもしれないなって言ったじゃないですか。で、ここでもうこの画面ですよ。このね、もうカエルの化け物みたいな姿のデミウルゴスが、ほーって感動してるわけですよね。おー、なんというみたいな。これでも 100% 真に受けて世界征服に向けてのいろいろね、準備したりとか企てをしたりするわけですよね。で、まあ、アインズが考えていることとは違って、デミウルゴスとかものすごい深読みをして、アインズ様ならきっとこう考えているんじゃないだろうかって考えて、アインズの真意に一歩でも近づけて大変嬉しく思いますみたいなね。だから、アインズ的にはもうね、デミウルゴスがいなきゃ困るし、いたらいたで、ね、深読みされちゃってとんでもないことになるっていうね、そういう場面がちょいちょいありますよね。オーバーロードの世界にはね。なんで、ここで世界征服もいいなって言ったのが冗談ですよ。100% 冗談。冗談半分とかじゃない。もう冗談でそうやって言ったら、おお、それはいいって、もうね、真に受けちゃったんですよね。それが今後のオーバーロードのアインズの活動とかにつながっていってしまうんですけどね。だからここはね、本当に物語の本当に初めの部分で、ね、その真意があったんじゃないかなっていう気はしましたね。はい。ね、一応そんなことも、考えてみました。はい。ということで、じゃあ次のシーン行きましょうか。次のシーンですね。次のシーンはこちらになります。アースサージ、それもスキルで範囲拡大した上でクラススキルまで使用しているな。さすがはマーレ。はい、次のシーンですけども、マーレがね、何やら魔法で、まあ、土の塊をナザリックにぶつけてますけど、まあ、これは1話にあったアインズの命令でやってることなんですよね。ナザリック地下大墳墓が、まあ、このままじゃちょっと目立ってしょうがないっていうんで、まあ、土で囲って、その周りに丘を作って、ナザリック地下大墳墓がどこにあるかわからなくしようっていうことでやってますね。はい。で、この、まあ、魔法について今、アインズが言ってた通りなんですけど、アースサージっていう魔法ですね。大地の大波って書いてアースサージ。オーバーロードの世界では、なんちゃらっていうカタカナの名前の他に漢字の名前もあるんですよね。だから、アースサージだったら大地の大波、フライだったら飛行みたいな感じで、和名と洋名っていうのかな。英語の名前と、漢字の名前があるんですよね。で、まあ、唱えるときは英語の方で唱えます。呼び名はね。はい。そういうことになってますね。で、今回はマーレがアースサージを、自分のスキル、魔法拡大のスキルと、クラスのスキルを使ってるって言ってましたね。
詳細は不明でしたね、調べたけど。詳細は不明ですけど、そうやって、拡大化してクラスのスキルを使って土をかけてるっていうところですね。アインズが褒めていた通り、さすがということなんでしょうね。ちなみにこのアースサージっていう魔法は大難易解魔法かは不明です。これも不明でしたね。だから分からない部分は分からないことが多いんですよね。しょうがないことなんですけど、はい。こうやってね、魔法とか出てきたらいちいち多分解説すると思いますけど、よろしければお付き合いください。はい。じゃあ次のシーン行きましょうか。次のシーンがね、最後のシーンになります。最後のシーンはこちらですね。はい、どうぞ。ではこれを。リング・オブ・アインズ・ウルゴーン。これは至高の方々しか所持を許されないもの。受け取れるはずが。冷静になるのだ、マーレ。ナザリック内は階層間の転移を制限しているが、この指輪があれば自由な移動が可能だ。さあ、これを受け取り、ナザリックのために貢献せよ。頼むぞ、マーレ。はい、次はこちらのシーンですね。はい。アイテムの名前はね、マーレが言った通りなんですけど、リング・オブ・アインズ・ウール・ゴウンですね。スタッフ・オブ・アインズ・ゴウン・ウール・ゴウン的なノリのアイテムですけど、100個あるんですね。総数は100個あって、特別な指輪なんですけども、限定レア商品といったところでしょうかね。で、ちゃんとね、指輪の中にアインズールゴウンの紋章がね、入ってます。ね、ちゃんと刻印されてるんですよ。あんまりここのシーンだと見えづらいですけどね。で、ナザリックっていうのは、転移が制限されてるんですよね。ここでも説明してますけども、転移が制限されているナザリックの中で、名前のついている部屋に無制限で転移できる指輪なんだそうですね。で、それは外出してでもこの指輪を使えばナザリックの特定の部屋まで移動することができるんですよね。名前のついていない部屋とか王座とか移動できないところもありますけど、それは近くに移動すれば別にそこから歩いていけばいいんで、とても便利な指輪ですね。だから持ってると持ってないのでは、そのナザリック内において転移がね、かなり、便利さが全然違うということですね。はい。で、これを受け取るのが、一番最初に受け取るのがマーレなんですけど、この後すぐアルベドが来て、アルベドがめちゃくちゃ嫉妬するっていうシーンありますけどね。別にアイズもね、そういうつもりで渡したわけじゃないんですけど、何を思ったか、これ、受け取ったマーレが、ちょっと映像出しますか。ここですけども、受け取って、何のためらいもなく、すぐ左手の薬指にシュッとはめるんですよね。その意味を知ってか知らずかね、マーレは。何のためらいもなく、左手の薬指にシュッとはめるんですよ。どこの指にしようとかないんですよ。もう薬指にシュッと、もう何のためらいもなくはめるんですよね。これが面白くてね。で、しかも一番最初に受け取った男ですよ。男がシュッとはめるというね。これまた面白いね。アインズというか、鈴木悟はこれを見てどう思ってんかね。お前それ薬指にはめるもんじゃないぞって思うところもあると思うんだけど。面白いところですよね。で、この後もらったアルベドも左手の薬指にはめてますね。婚約指輪、結婚指輪っていう意味合いがあるもんで、そういったところにはめるっていうのはアルベドにとっては当たり前なんでしょうけど、マーレはなんでって感じですよね。面白いですね。で、これはめるときに、ちゃんとマーレの指にシュッとフィットしてますよね。だから、腕のね、指の大きさが大きい人でも多分小さい人でもフィットするようにできてるんだと思います。はい。はい。じゃあね、今回はね、こんなところですかね。はい。じゃあ、最後のシーンというか、おまけのシーンですけど、さっきもちょっと言いましたけど、ね、マーレがためらいもなく薬指に、左手の薬指に、リング・オブ・アインズ・ウルゴンをつけちゃうわけですよ。それをチラッと見て、アルベドがキュッと怒るところをちょっと
最後はご覧いただいて終わりにしたいと思います。でそのシーンをね見ていただいて今回は終わりにしようと思いますね。次回、第3話を考察していきたいと思いますのでね、カルネ村の襲撃のところかな、第3話はね。はい、そこの考察をしていきたいと思いますんで、よろしければチャンネル登録等いただけたら嬉しいかなと思います。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ぬこにんでした。またお会いしましょう。バイバイ。じゃあ最後こちらのシーンを見てお別れです。バイバイ。守護者統括として当選。いえ、その地位になくともモモンガ様のお心の洞察には自信がございます。なるほど。何かございましたか？いや、なんでもない。よし、ではマーレ、邪魔して悪かったな。再び作業を開始してくれ。はい、ではモモンガ様、失礼します。そうだ、アルベドにも渡しておこう。何をでしょうか？守護者統括であるアルベドにもこれは必要なアイテムだからな。感謝いたします。忠義に励め。デミウルゴスはまた後日としよう。かしこまりました。かの偉大なる指輪をいただけるよう努力してまいります。ではすべきことも済んだ。私は叱られないうちに戻るとしよう。よっしゃー！